ここにですねパーゴラを作る予定です。自然がそうやって演出してくれるから逆にそんなに手加える必要ないという。ここにですね焚き火ができるスペースをここにですね一応パーゴラを作る予定です。面積的には4メーター3メーターの大きさで作っていきます。ちょっと邪魔な木は一応移植もしくは伐採で撤去しちゃいます。
これが一番メインとしてはバーグラちょっとどっしりとした一応バーグラが作ってみました。そうですね、で建物周りの施設ベランダがありますけども、外に出た時点においてのみんなの休憩所という形で宮の中の一つのステージという。これはやっぱしこのタイルもやっぱしお客様の、ただこれは輸送した時に割れちゃったんですよね。300マッ角のタイルが、それが相当あったんで、それをもったいないという意味合いで柄に埋め込みました。これも海外のマレーシアから、色合い的には非常に良かったんで、このライトもお客さんがお持ちだったライトをそのまま船舶かなんかそういうようなね、ちょっとこの柄も樽のリングを、これが樽の周りにある鉄のリングですよね。こうやってこれを切ったのは最初の工事で赤松関係を切りましたもんで、その切った松の切り株を全部一応ちょっとアプローチのサインとして両脇に全部積み上げて、で一部は薪にしたり焚き火にする薪としてちょっと貯めたりしてはありますけども、だから掘った時に出るから周りにこの溶岩石を、だからああやって残ってるやつもありますけど、出てきたやつは活用できるやつはうまく使ってやってます。そうだからこれぐらいかな。丸太、これはね丸太と枕木、枕木も何本かオーナーが持ってたものがありましたし、あとこれぐらいの材料ですね。またできるだけあるものを、出てきたものを使っていくという形で、逆に全部人工的なものっていうのは建物周りだけで、我々はこの自然に溶け込むような雰囲気で、前からもう切った切り株をそのままもう花台にしたり、そうするとこうやってもう置いただけでこうやって自然ともう苔がついちゃう環境なんで、だからもうこうやって切り株を置いただけでも何年後にはもう自然と苔がついていい雰囲気になってしまうっていうのは実証済みなんで、だからなんだ置いただけじゃないって言っても、最終的には何年かすればこんなようなね、もう自然がそうやって演出してくれるから、逆にそんなに手加える必要ないという。こういうとこでね、自然のこういう環境、これはもうね勝てないんで、我々は自然には。だからそれを逆に利用した形で仕事をした方がいいかなという考え方ですよね。これで私ども作ったあれを見ていただきました。これは絶対本職が本当に最初から取ってもらいたかったんですけど、一応こういう時期なんで、自分たちのスタッフだけで来て、できるだけ、撮影させたんですけども、いかがでしょう。宿泊施設なんで、近くの方がもしあれでしたら自由に周りから見れるんで、ぜひ
見れるし活用できますから、はい、機会があったらよろしくお願いいたします。うまく編集してもらっていい作りになってると思いますから、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。